はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、キルド帳張りの書き方ということで、図を使ってですね、お話ししていきたいなと思います。はい。ということで、まず設定ですね。地盤高が 14.000 メーターと。そして、掘削の計画高がですね、13.000 ということで、高低差がちょうど1メーターになりますと。それから、乗り勾配が1割ということですね。水路がですね、このように入って、水路から乗り尻までですね、このように70センチ離れてます。ということですね。まあ、これを踏まえて、図を使って順番にですね、長針をかけてみたいなと思います。はい。このような形から、まずは、こうですね。はい。ということで、水路センターから乗り尻までですね、0.7メーターありますと。そして、乗り尻から乗り方までなんですけども、乗り勾配からですね、水平距離を出すのは、高低差に乗り勾配を掛け算して、水平距離を出しますので、高低差ですね。高低差が 14.0-13.0 で1メーターありますと。そして、乗り勾配が1割ですので、1メーターに 1.0 を掛け算すると、水平距離も、まあ1メーターですね。1.0 になりますということになります。それで、乗り尻までの距離70センチと、乗り方までの1メーターを足し算して、1.7 メーターになります。ということで、この杭からですね、乗り方までが1.7メーターになります。そして、杭ですね。その乗り方からですね、まあ、4、50センチぐらい離して、杭を2本打ちます。まあ、3、40センチぐらい離してですね、こう、杭を2本打って、まあ、掘削の時にですね、影響出ないような位置に打ち込みます。それからですね、はい。次、打ち込んだ杭の天場をですね、水準測量します。レベルでですね、まずこの標高を測って、まあ地盤高が14メーターですので、まあ20センチぐらい上げてですね、この水平抜きをつけます。ですので14.2メーターになるように、まあ、計算してですね、水平抜きを取り付けます。そしてもう一枚ですね、上にまたさらに20センチ上げて、14.4メーターになるように水平抜きをつけます。まあ、長針の板ですね、を2枚20センチ離して、取り付けるということですね。はい。次ですね、水平抜きにですね、のり帳針ですね。この1割ののり帳針を取り付ける位置をですね、マーキングします。マーキングするのにですね、水平距離を出すんですけども、これも先ほどお話しした通り、高低差に乗り勾配を掛け算して水平距離を出します。ですので、まず1枚目のこちらですね。これ、水平抜きを上場でかけてますので、まあ、上場ですね。14.2 からですね、この計画高13.0を引き算して高低差を出すと、1.2メーターになります。1.2メーターに乗り勾配を掛け算すると、同じく1.2メーターですね。で、1.2メーターになります。これに水路センターから乗り尻までの70センチを足し算して、合計1.9メーターになりますので、この杭からですね、1.9メーターの位置にマーキングします。これが、乗り帳針の位置になりますね。で、同様にですね、上の20センチ上げたこの、水平抜きですね、帳針板にも同じように高低差に、乗り勾配を掛け算して水平距離を出してマーキングします。これはまあ20センチ上がってますので、そのまま20センチスライドしてマーキングするといった形で大丈夫だと思います。はい。続いてですね。1枚目と2枚目にマーキングしたところに、のり帳針を1割でつけます。つけた後はですね、スラントで、ドリ勾配を確認します。そして、最後にですね、マジックか何かで、帳針の情報をですね、1割の乗り勾配ですと。それから、横の板はですね、上場で、地盤高が 14.2 メーターですと。で、センターから 1.9 メーター離れたところが、マーキングしているポイントですということでですね、いろいろな長針の情報をすべて書き込んで完了ということになります。はい。ちょっとまとめますけども、
重要なのはですね、乗り勾配をマーキングするのはですね、必ず高低差に乗り勾配を掛け算して水平距離を出すと。今回は1割の乗り勾配なので、高低差と水平距離が同じということになるんですけども、1割5分とか2割になると、高低差に 1.5 を掛け算して水平距離を出すと。高低差に 2.0 を掛け算して水平距離を出すというような流れになります。はい。ということで、今回の動画はですね、以上となります。私のチャンネルはですね、このように、土木の現場について、発信しております。よかったらですね、チャンネル登録していただけたらなと思います。この他にもですね、ブログもやっておりますので、よかったらですね、そちらも参考にしていただけたらなと思います。ということで、動画をですね、長時間最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。